やっと手に入れましたよ。これ欲しくてずっと探していたんです。コダック、あれチャルメラ？これはこれで美味しそうですが、コダックでしたっけ？ Gadget Budget。 皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。以前はスリコのトイカメラをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。スマホで綺麗に撮るのも良いですが、ちょっとした日常をゆるく味のある雰囲気で残せるのがトイカメラの魅力なんですよね。そんな中で見つけたのが今回ご紹介するコダックチャーメラです。しばらく人気のため在庫がなく買えない状況でしたが、やっと手に入れたのでレビューしたいと思います。イーストマンコダック社は2012年2月に経営破綻に伴う再建策として自社ブランドのデジタルカメラ、ポケットビデオカメラ、デジタルフォトフレームの製造・販売から撤退してしまいました。コダックは世界で初めてデジタルカメラを開発した企業でしたが、残念ながら現在コダック本体がカメラを作っていません。特許ライセンス事業の一環としてコダックのブランドを冠したカメラが他のメーカーから販売されています。このチャーメラもその一つ。 RETO プロダクションリミテッドという中国のメーカーがトイカメラを製造し、コダックのブランドライセンスを受けて販売しているという具合です。販売は2025年秋頃からで、レトロな見た目とキーホルダーのような小ささ、そしてどのデザインが出てくるかわからないブラインドボックスという販売手法が当たり大人気のため入手困難な状況でした。さて、私はどんなデザインのものが出てくるのか楽しみですね。早速開封していきましょう。実は2つ購入しています。もう外箱の時点でテンション上がりますね。コダックの黄色にレトロなデザイン、昔からカメラを触っていた方はわかると思います。デザインは6種類プラスシークレット。同じのが2個出ないといいですが、まずは1つ目。チャーメラのリーフレットが入っていますね。そして製品紹介カードが入っていました。 QR コードからユーザーガイドや FAQ のページに飛ぶことができます。洒落ていますね。そしてカメラ本体のデザインですが、同梱されているカードのデザインと同じですね。そして想像していたより小さいですね。付属品を見ていきます。食べられませんでおなじみのシリカゲルは置いといて、専用のキーチェーンが出てきました。それから USB タイプ A to C です。本体詳しく見ていきましょう。持った感じ、とにかく軽い、小さい。キーチェーンをつけてカバンにぶら下げていたらおもちゃにしか見えないような大きさです。背面には液晶画面にボタン、底面に SD カードスロットにタイプ C ポート、リセットボタン、正面にレンズ。このサイズにしてフラッシュもあり、ファインダーもちゃんと覗くことができます。サイドにはスピーカー穴、上部には電源ボタンにシャッター、そして充電の LED。 ちなみにスリコのトイカメラと並べてみるとこんな感じ。レンズ部の出っ張りもないですし、半分くらいの大きさに見えますね。ピエニ2は液晶画面がないため異次元に小さいですね。ではこのままもう一つも開けてみましょう。はい、まずはリーフレットが出てきました。ここまでは同じ。おお、これもかわいいデザイン。とりあえず被らなくてよかったです。
付属品も同じですね。こちらも素敵ですね。ちなみにシークレットはスケルトンの透明仕様のようですよ。電源を入れてみましょう。電源ボタン長押しでキーンと起動の電子音が鳴ります。そしてモードセレクトが出てきます。写真か動画か設定かですね。シャッター音もしっかり鳴ってくれます。それではスペックを見ていきましょう。ガジバジくん、お願いします。ほいきた。スペックだな。イメージセンサーは CMOS でとても小さいものだ。レンズの明るさは F2.4 で固定。SD カードは 128GB まで対応しているぞ。画像サイズは160万画素だ。なおが初めて買ったデジタルカメラは何画素だったか覚えているか？私は1999年に買った富士ファインピックス500が初めてでしたね。150万画素だったのを覚えています。相当昔だな。当時は最先端だっただろうけど、今はもう160万画素がキーホルダーのサイズになってしまった。ちょっと感慨深いな。さらにこちらは 30fps で動画も撮れるぞ。フォーマットは AVI だ。そしてスペック表には出ていないが、一応オートでフラッシュもついている。とはいえこのサイズだからちょっと光る程度で被写体までの光量は期待できないな。それから OTG 対応だ。対応ケーブルなどがあればパソコンを使わずともスマホに直接データ転送ができるから便利だぞ。僕はその場ですぐに画像を見るより家に帰ってからパソコンで見るのが楽しみだけど、すぐ友達と共有したい時なんかは便利なんだな。よし、2つあるみたいだし1つもらっていこうかな。2つとも私のです。ではここからは撮影した画像を紹介していきましょう。このちょっとレトロで粗めの写り、まるでフィルムで撮ったような味わいがありますよね。使っていてよかった点は、まず気軽に持ち出せること。ポケットに入るサイズで軽いので散歩や旅行のお供にぴったりです。操作もシンプル。電源を入れてシャッターボタンを押すだけ。気を張らずに日常をパチパチ撮るのが楽しいカメラです。動画もどこか懐かしい古い家庭用ビデオカメラのような映像です。フレームやフィルターも様々あり、編集ソフトなしで楽しめます。フィルム写真のように日付スタンプを入れることもできるんですよ。さて、同じ写真を3つのカメラで比較してみましょう。左からピエニ2、スリコ、チャーメラの順です。手持ちでの撮影なので手ぶれは勘弁してください。被写体、光量は同じです。写りとしてはチャーメラが最も明るく色味も綺麗ですが、明るい箇所は白く飛んでいますね。スリコの明るさは適正っぽいですが、画像は粗く色味もかなり黄色っぽい感じ。ピエニ2の明るさはアンダーですね。カッターマットの方眼も縦に伸びています。しかし黒は最も綺麗に見えます。モノクロ撮るならこれがいいかも。面白いですよね。この3台でもこれだけ違いがあるんですね。いかがだったでしょうか。コダック、チャーメラは高性能とは言えないかもしれませんが、写真を撮る楽しさを改めて感じさせてくれる1台でした。画質はラフだけど、だからこそ気軽にシャッターを切れる、日常をちょっとだけ特別にする、そんなトイカメラです。もしカメラ初心者でまずは遊んでみたいという方にはぴったりだと思います。カメラ熟練者の方もたまには重たいレンズバッグや三脚を持たずチャーメラだけを持って気軽に撮影しませんか。某海外通販サイトやメルカリにはチャーメラとそっくりなカメラが売られていますので、正規品が欲しい方は注意してくださいね。それではまた次のガジェットで